です。はい、のびさんどうも。はい、ありがとうございます。はい。まず一つ目はですね、はい。シンバルの選び方が気になると、はい、で大きさ、厚さ、薄さ、はい、古さうん、などどんなものをお好みなのか、うん、とそれに合わせてスティックの選び方、はい、硬さ、形状、材質など、うん、その谷中さんの好みと、あとその理由が知りたいんです。2つ目の質問は、はい、当て方一つで1枚のシンバルからいろいろな響きを引き出せる手法を教えていただきたいですっていうご質問なんですが、いかがでしょうか。はい、わかりました。僕のシンバルの好みは新しいシンバルも好きですけど、でもやっぱりいわゆるみんなが言うオールド系ですよね。オールド系ジルジャン。これはメイドインイスタンブール、ターキッシュですねのシンバルが僕が一番好きで、みんなオールド系って言うんですけど、僕はオールド系はね、そうですね、1978年に初めてニューヨーク来た時に買っちゃいましてですね、何番か買いましたけど、その時に買ったシンバルまだ持ってますけどね。はい。皆さんご存知のようにね、オールド系はもうジャズの名盤いっぱいね残ってますね。はい。これというのはね、昔そのグレッチのフルセットを買えばオールド系ね1枚か2枚ついてきたわけなんですね。でみんなですから、当時みんな、ね、タダでついてきますから、グレッチをエンドースするドラマはもうみんなタダでオールド系もらってたわけですよね。はい。で1978年に僕がニューヨークで買った値段もね、180ドルとかね、150ドルとか200ドルもしなかったです、1枚。これは20インチですけどね、これは18ですけど、もうそのくらい安かった。である日突然ボーンと値段が上がりましてですね、今はもう値段ね、あるようでないような感じでね。はい、僕は一番高いシンバルをね値段知ってるのはですね、あれ、いや何年、それでもね3年とか4年ぐらい前にね、大阪のね三木楽器に行ったらですね、なんと99万いくらで売ってまして、22インチのねオールド系、それがねオールド系なんですけど、何十年もずっと箱の中に入ってた新品ですよ。でそこのマネージャーのね、確か中島さんとおっしゃったかなに聞いたら、これはフロリダでねずっと眠ってましたと、箱の中に入ってね、眠ってましたっつって、でこれをね見つけたんですっつって、99万9000円ね、99万、9800円ですか、なんかそんな値段つけたら3日後にポーンともう東京で売れましたなんて言ってましたけど、僕もオールド系が1枚もう100万ですか、うわーと思いましたけど、はい。そんなわけで僕はもうずっとねオールド系ファンで使ってます。で一時ね、これもイスタンブールの会社なんですけど、バスフォーアス、皆さんご存知だと思うんですけど、そのバスフォーアスという会社のねシンバルもエンドースしたことがありまして、何年か使ってましたけど、やっぱりねオールド系がステージで叩けばもう最高のいい音しますから、あんまりねバスフォーアスステージやっぱ使わなかったら、悪いなと思って僕の方からねカンパニーと離れましたけど、はい、そんなわけでね、オールド系、なんでオールド系がいいって言いますとね、僕個人でですねちょっとこう呼びたいんですね、セブンカラーテイスト、ね、七色ね、七色の音色を持ってるんですね、オールド系っていうのはね。ですから例えばケニー・ワシントンがね、有名なドラマケニー・ワシントンが自分が持ってるオールド系をですねジルジャンカンパニーに渡して、これと同じような音色を作ってくれってね、作ってケニー・ワシントンモデルみたいなのがね数年間前に出ましたけど、確かにね最初いい音するんですよ、いい音してなかなかいい感じなんですけど、やっぱりいろんな奏法、いろんな曲でねバーンとアグレッシブに叩いたりソフトに叩く時とか、やっぱりねこういう時にこういう音が出たいな、バーンってやった時にねミッシングなんですよね。新しいシンバルは4ぐらいまで出るんですね、セブンカラーのうち、僕に言わせるね、僕が感じるんですけど4ぐらいまで出るんですけど、あとの3つがねミッシング、なかなか出てくるね、ガーンと言ってんだけどガーンと止まっちゃったりとかね、あとはもう最初からガーンとうるさいとかね、
で優しく叩いてあげると優しい音をするし、オールド系はね。でバーンとアグレッシブにいけばもうガシャーンとなってくるし、そこがオールド系の魅力なんですね。はい、ですから僕はずっとオールド系使ってます。で問題はそのシンバルのね音色なんですけどね、その音色っていうのは例えばこの僕はもうずっとこのそうですね5年6年ぐらいからこのナイロンチップに変えました。これはある若いドラムがねちょっと紹介してくれてね、これはねベイターのマンハッタンの 7A です。はい、ベイターのマンハッタンの 7A ですね。でこのナイロンチップです。というのはこれね、僕ルード・ランソンとヨーロッパツアー行くじゃないですか。そうするとねウッドだとねもう1曲目パーンってねやったらもうかけちゃうの。何ペアも持っていかなくちゃいけない。だけどこれだとねルーさんのバンドそうですね2週間3週間行くじゃないですか、ヨーロッパツアー。もうファンクからまあブンブン全然割れない。運が悪いとここがねパーンとねもう割れちゃって叩けなくなることありますけど、それ以外はもう全くワンペアで全然問題ないですね。で日本ツアーで5週間ね6週間行きますけど、全くこっちから叩いていったワンペアずっと最後まで使います。すんごいいい音するし、すごい経済的ですねですからまあいいスティックに巡り会えたなと思います。はい、まあそれと一番大事なのは音色なんですが、ここにねウッドのこれね、これもねベータだと思うんですけど、これベータですね。ベータのウッドでね、ベータのこれ 7A だと思うんですけど、いわゆるナイロンチップじゃないやつでね、叩いてみるとねあんまり変わらないんですね、音色がね。ちょっと叩いてみますよ。これがウッドです。でこれがナイロンチップ。あんまり変わらない。ちょっとナイロンのがちょっと冷たいかなって僕は思うんですけど、でもほとんどこれはまあこのね練習用で僕はずっともうこれね使ってますから、ちょっとね欠けてはいないんですけどね、丸くなってますけど、これはナイロンですから全然もうね欠けないから、でもほぼ変わらないね、こんないい音。はい、で僕はもうこのスティックずっと使ってます。やっぱりねスティックによって全く音色変わりますから、be careful ですね。せっかくいいシンバルなのにもうなんかこのねあんまり音が良くないから手放しちゃった。絶対そういうことしないでください。いろんなスティックをねトライして、はい、もう全く音色変わりますから。で一つねなんでナイロンチップがオールド系に合うかというと、やっぱりね柔らかい音するわけです、オールド系は。ですからナイロンチップに合う。ところが硬いシンバルね、硬いシンバルにはナイロンチップはあんまり合わないです。もう硬くてこっちも硬いでしょ、カチカチ、全然ね丸い音しません。はい、ですから硬いシンバルにはナイロンチップは僕おすすめしないですね。柔らかいやっぱオールド系、まあオールド系はね高いですからなかなかね手が出ないと思うんですけど、それでもまあ新しいねイスタンブールとかバスフォースとか、パイスでも最近ねグレゴリー・ハッチャーソンのモデルみたいなの出たりして柔らかめのシンバル出してますから、そういうシンバルにはナイロンチップが合うと思います。はい、そんなわけで、あとはですねシンバルの叩く音、はい、この場所によってこのシンバルがねこれはオールド系なんですからもう非常にいい音しますね。ところがねここ変わっちゃう。これはもうオールド系のね独特、ここだけがね音がねもう死んじゃってるんですね。変なの。もうこれはねハンドハンマーですからね、その時の一枚一枚によって全然この辺でちょっと変わる。これオールド系独特のね特徴なんですね。この辺からちょっと叩き方が変わってる。だからシンバルねいい音っていうのはこの辺が一番いい。全体のここからね3分の1くらいが一番いい音します。でこれ以上いくともうワーンとなっちゃいます。だから絶対そういう奏法しないように必ずこの辺を叩く。
特徴もよくね理解して、場所によって全然音が変わりますから。あとはまあね、ラテンやるときにこうこういうふうに絶対やらない。ここでは絶対やらない。腹を立てる。腹を立てる。でそういうなんでね、全然音色変わりますから、音をねいっぱいこういろんな音色、どんな音が出るのか、こういう音がね出ますから。ね、ありがとう。こうね、いろんな音色が出ることを研究してね、やってもらいます。はい、スティックとシンバルのお話をしました。あとなんかどんな感じでしたっけ？